こんにちは。今回は数々のビジネス書が共通して語っている起業で失敗しないための3つの鉄則。これをですね、誰でも実践できるステップに落とし込んで解説していきます。この解説では、人気のビジネス書3冊のエッセンスから、持続可能な事業を築くための具体的な3つのステップをぎゅっと凝縮してお届けします。忙しいビジネスパーソンの方でもわずか7分で要点だけをしっかりつかめますので、ぜひ最後までご覧ください。では、早速本題に入りましょう。成功する起業の第1の柱。それは、商品よりもまず先に仲間を集めるということです。これ、多くの人がついやってしまいがちな、まず良い製品を作らなきゃという常識を覆す考え方なんですね。あるビジネス書にこんな鋭い問いかけがあるんです。なぜ大人は自分を本気で応援してくれるコミュニティを作ってから起業しないんだろうと、これまさに事業成功の本質をついてますよね。ビジネスがうまくいくかどうかって、製品の質だけじゃなくて、それを支えてくれる人がいるかどうかに大きくかかっているんです。ちょっと、ラーメン屋さんを開業するとして、具体的に考えてみましょうか。お客さんが一人もいない状態でお店を開けたら、当然うまくいかないリスクは高いですよね。でも、もしあなたを心から応援してくれる応援団が20人いたらどうでしょう。彼らが開店8日から来てくれたら、それだけでもお店の固定費をカバーできるかもしれない。この差が事業で一番苦しい立ち上げ期を乗り越えられるかどうかの大きな分かれ目になるわけです。じゃあどうすればそんな応援団、つまりコミュニティを作れるのか。このビジネス書要約から学べる実践的な3ステップを紹介しますね。まずステップ1は、人が集まる場を作ること。自分で作らなくても趣味のサークルとか勉強会に参加するでも全然 OK です。次にステップ2、その中で心からこの人価値観が合うなと思える人を3人見つける。そしてステップ3は、周りの人を褒めて応援される、一緒にいたいなと思われる存在になること。これだけです。つまりですね、完璧な商品を時間をかけて作る前に、まずあなたのビジョンを心から応援してくれる支援者グループ、そう、コミュニティを作ること。これが長続きするビジネスの最初の、そして最も重要な鍵だということです。さて、応援してくれる仲間が集まったら、次はその人たち、つまり最初のお客さんに最高の体験を提供することがめちゃくちゃ重要になります。これが第2の柱、顧客体験を意図的に設計するということです。この顧客体験の設計っていうのは、単なるおもてなしとはちょっと違うんですよ。お客さんが自然とまた来たいなと思ってくれて、ついには友達とかに、あそこすごくいいよって勧めたくなるような質の高い接点。これをですね、偶然に頼るんじゃなくて、意図的にデザインして、誰がやっても同じクオリティが出せる仕組みに落とし込むということなんです。具体的にどんな仕組みがあるんでしょうか。例えば、あるビジネス書では、塵一つないトイレとか、次回の LINE を促す院内のポスター、それから手渡ししやすい紹介カード、あとはスタッフ間での日報共有といった例が挙げられています。これ、一つ一つは本当に小さなことですよね。でも、この小さなことの積み重ねが他のお店には真似できない圧倒的な顧客体験を生み出すんです。つまり、ここでの要点は何かというと、ビジネスの価値はメインの商品とかサービスの質だけで決まるわけじゃないということなんです。お客さんがあなたのビジネスに触れる、そのすべての小さな接点、その相和こそがあなたのブランドの本当の価値を決めるんですね。最高の顧客体験は、あなたのビジネスの価値をぐっと高めてくれます。じゃあ、その高まった価値をどうやって価格に反映させるのか、それが最後の柱、戦略的な値付けです。ここ本当に多くの起業家が悩むポイントですよね。例えば、あるビジネス書では、最初の具体的な目標として年収650万円という数字が提示されています。この650万という数字だけ見ると、結構ハードル高いなって感じるかもしれません。でもちょっと待ってください。これを噛み砕いて言うと、実はすごくシンプルなんです。これって月額30万円の契約をたった2社のクライアントから獲得するだけで達成できる数字なんですよ。どうでしょう。こうやって分解すると急に現実的な目標に見えてきませんか？
なぜ安易な値引きが危険なのか。それはですね、値引きっていうのは質の低いお客さんを引き寄せてしまって、結果的に忙しいのに儲からないっていう最悪の悪循環を生むからなんです。一方で、あなたの価値に見合った価格設定は有料なお客さんを引き寄せます。そして良い成果が出て、それがさらにブランド価値を高めるっていう素晴らしい好循環を生むんですね。著者はさらに、むやみに頭を下げるな、とまで言っています。これ特に一人社長、つまり個人でビジネスをやる人にとっては、ものすごく重要な心構えです。なぜなら、あなたの自信のなさとか、ちょっとした自誇れみたいなものって価格に全部現れて、お客さんにはすぐ伝わってしまうからなんです。あなたの立ち居振る舞いそのものがブランドの一部なんですね。つまり、価格っていうのは単なる数字じゃないんです。あなたが自分自身の仕事をどう評価して、どれだけの価値を提供できるのかをお客さんに伝える最も強力なメッセージなんです。だから、お客さんを失うことへの恐怖心で価格を決めるんじゃなくて、あなたが提供する本質的な価値に基づいて堂々と決めるべきなんです。さて、ここまで3つの柱を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか？では、この内容を踏まえて、あなたが明日からすぐにできるたった一つの最初の一歩とは何だと思いますか？答えは驚くほどシンプルです。第一の柱に戻りましょう。まずは、あなたのビジョンや夢を、いいね、手伝うよって本気で応援してくれる仲間を3人見つけること。いろいろ話しましたけど、まずはただそれだけに集中してみてください。この3人があなたの事業の揺るぎない土台になってくれますから。このように複数のビジネス書から明日からすぐに使える実践的な知恵だけを抽出して短時間で効率よく学びたいという方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。